作者がアニメ化の際に声優を指名したキャラ。忍たま乱太郎の山田先生は作者の尼子先生が大塚千かおさんが良いって言って決まったって聞いたことがある。その大塚千かおさんが亡くなった後、息子の大塚明夫さんが役を継ぎ、大切な父の形見というほどに愛を持っているとか。レイアースのエメロード姫。原作者指名で連絡を受けた事務所が、うちの尾形が姫と困惑されたとか。さらにキャラデザを見た事務所全体がと大騒ぎになったらしいね。 OVA 版最有機の五条。作者が連載初期のネタ絵で CV 山寺宏一って書いたら実現した。絶望先生の愛しきりん。ガラスの仮面のあゆみさんのイメージだったので無理言ってしんちゃんかっこやじまきこさんにお願いしましたとガラスの仮面ファンブックで組めた浩二が語ってる。呪術廻戦の乙骨は原作者指名だったはず。尾形めぐみさんね。作者さんが持ってたイメージを元にスタッフが任命なんじゃなかったっけ。もともと作者さん的にもシンジみたいなイメージだったから、ある意味指名みたいなもん。コブラ、山田康夫さんを指名していたがルパン三世とイメージが被るということで野沢那智さんになった。野沢那智も仕事が忙しくなければパイロットフィルム版でやってたルパンを続投していたから、ある意味ルパンではあるな。アンデルセン神父も野沢那智さんだったな。平子が直接指名したかは知らんが、漫画の後書きで声は野沢那智って書いてた。銀玉の沖田光は正確には指名したわけではなく、ナウシカみたいな声の人がいいけど銀玉に出るわけないと言ったら本当にナウシカの声になった。確か土方と片栗粉もこの人だったらいいなが実現した枠だったかな。ワンピースフィルムストロングワールドのボス金獅子の指揮、小田先生が竹中直人さんにやってほしいってリクエスト出したんだったかな。コナンの高山みなみさんも青山先生の指名だっけか。高山さんのラジオ談だと、高山さんがコナン読んでてアニメ化したらまた読んでよみたいに言ってたら、大山先生が呼ぶ絶対って感じの流れだね。そのままコナン役は高山さんでってアニメ化前から大山先生が決めてて通した。高山さんは刃でも刃役を演じてたんだもんな。犬夜叉の勝平ちゃんは高橋留美子先生の指名だよね。こっちもランマもやってたもんね。やっぱり前作からのつながりってあるだろうな。あと同じ作者の作品の主人公の系統が似てるってのもあるのかも。史上最強の弟子健一は作者がそこまで声優知らなくて、どうせ採用されんだろうと有名どころの名前書いたら全員採用された逸話が。検索したらビビった。声優の豪華さで最後まで楽しく見れた作品。ちょい役にも大御所がいてビビる。吸血鬼すぐ死ぬもそのパターンだよね。夢がある話だわ。夜桜さんちの大作戦のバンと稽古。原作者が昔見てたアニメからダメ元でお願いしてみたら通った。ソーカーの2人は影のアンノアンとギルバートか。オーディションで原作者が選んだケースだけども、野沢雅子さんは鳥山明先生にこの人が孫悟空ですって選ばれたんだよね。野沢さんは他にもオーディションで水木先生に来た老役、松本零士先生に鉄郎役、藤子先生に怪物くん役にこの人がそうって選ばれたんだよな。確か他にもあるはず。古田新太とやってた土曜夜のラジオのリスナーの中に牧場王の作者がいて、アニメ化でキャスティングが難航してた牧場王役に作者が推薦して初アニメが主人公役になった犬山犬子。作者もガチで実現するとは思ってなかったやつ。毎回声優さんが変わるとはいえこの組み合わせはビビった。三河ベルノの漫画で作中のネタで CV 森川俊之って言ってたら声ついたとく本当にそうだったやつなかったっけ。ストレンジクラスのオズだな。森川俊之が服着て歩いてるような典型的メガネ声と作中で称したら本当に森川俊之さんになったやつ。呪術だと虎杖のじいちゃんの千葉茂さんも指名だったか。で1話で死んだからこれで終わりかって思ってたら、その後に富士山が翻訳ですって聞いたとかラジオ出演した時に言ってた。アニメ前の原作者コメントで上後は指名って書いてあったような気がする。両方指名なのかも。ルフィオーディションだけどもともと田中真由美さんにやってほしかった小田先生の希望が後押しになった。候補にも上がってなかった時から小田先生がパズーの人がいいって言ったとか。田中真由美のイメージはすでにクリリンやキリマルなどで固まってるから、そこに新たにルフィが入り込んでも定着しないというアニメスタッフからの反対意見が多かったみたいだけど、見事に定着してるのすごい。ドラゴンボールのヤジロベエもクリリンが死んだから田中さんの声がドラゴンボールで聞けなくて寂しいなと思った鳥山先生が登場させたキャラだったな。作中でもクリリンに声が似ているときっちりと明言していた。ケンコバ先生はケンコバがやるしかないよなって。呪術もそう。ある意味指名。
作者かはわからないけど風柱の関さんは指名だと言ってた。鬼滅の柱は指名多そう。青山剛昌は如月砲水役に長井一郎を指名した。素晴らしかった。こういうのってたまにファンの予想と全然違う声優さんが指名されることがあるけど、原作者が言うならそうなんだろうなと納得せざるを得ない。そして実際に声聞くと割と合ってる気がする。風立ちぬ堀越二郎。確かに漫画の原作者でもあるけどさ。この人が監督の作品で逆らえる人間が今の日本にどれだけいるんだよ。強い。ど素人指名して許される原作者とかこの人くらいだろう。最初にやんのはどうかと提案したのは鈴木敏夫氏なんだがな。家庭教師ヒットマンリボーンのスタナ。作中で主人公がスタナの声を別のキャラ、大人乱暴と聞き間違えるという描写があったところ、その別キャラを担当している津田健次郎さんが倹約でスタナになった。こんな力技のキャスト指名見たことがなくて記憶に残っている。赤い安室灰原は原作者の要望が通ったりその声優が演じる前提で作ったりしてるキャラ。灰原に林原を指名したのは青山先生じゃなくて先生の弟さん。工藤優作はルパン役の山田康夫のイメージだったらしく、優作が登場した江戸川コナン誘拐事件は山田氏が健在だったこともあってか、そういうイメージで書かれたとか。ユキコも本当は藤子と同じ声優にしたかったけど通らなかったからクラリス役の島本さんになった。過激少女の自衛隊の人は原作でアナボボイス言われててアニメもちゃんと若本さんだった。メダリストの結束祈り。鶴間先生が出れますの推しとその声優である春瀬夏美さんの大ファンで、言えば叶うなら私もいつかアニメ化するようなフィギュアスケート漫画を描いて春瀬夏美さんに主役をやってもらいたいと言って本当に実現させた。そのために漫画を描き始めたんだよな。これはまあ指名とはちょっと違うけど、アニメスタッフも当然分かっててキャスティングしただろうしな。ワンピースはフランキーとかヤオさん用のキャラなんじゃなかったっけ。オダッチとヤオさんの仲が良くて飲みの席で俺用のキャラくれよう催眠術師ダンサーじゃなくてオカマじゃないやつってねだったら変態をお出しされたらしい。ワンピのイワンコフの前の声優今村のりおさん。自分が元ネタと知ってオーディション参加して採用だから指名じゃないけど指名に近い。その人がやらかして降板したのが悲しいオチ。出禁のモグラの助木よ。梶田さんのラジオを聞いて作者の江口先生がこの人にやってもらいたいって流れでオファーが来たってラジオで言ってた。原始圏の作中劇がスピンオフで独立したくじ引きアンバランスから上石寺連呼。本家の方で主人公たちがアニメ化の際のキャスト希望を語り合ってて、このキャラには大谷育恵をもじった架空の名前を出してたが、後にドラマ CD になった時に本当に大谷育恵の声が当てられた。好きな声優リスト出してそれがほぼ通るってすごい。どれだけ前世で徳を積んだらそんなことになるんだろう。他にもこのキャラもってのがありましたら教えてください。知らなかった腐女子の世界、なかなか興味深い動画になっています。ぜひ一度ご覧ください。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。